はい、理想の書斎作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。今回は理想の書斎作り流伝説のキーボード HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を仕事で使い倒す方法に土足でカットインいたします。デザイナーでもプログラマーでもゲーマーでもライターでもトレーラーでも無職でも主婦でもない一般的な IT 系企画職による使い倒し方法になるんですけど、このキーボードのレビューはすでに溢れておりますので、この動画ではですね、スコスコ打鍵音がどうみたいなお話はバッサリ割愛しまして、 HHKB を普通のデスクワークで使い始めてこの半年間ひたすら試行錯誤した上での自分なりの気づきにこだわってお話していきます。英字配列とか無刻印とか本当にいけるのと気になってらっしゃる同志の方にもですね、参考にしていただける部分も多いかと思っております。詳細はすべて概要欄にも記載しておきますのでご安心ください。それにしてもこの HHKB をテーマに動画を作るのは実は結構躊躇しました。私は HHKB を25年使ってますけどみたいなマウンティングゴリラ先輩に怒られるんじゃなかろうかと、恐怖と不安とがまるで突然天から舞い降りる鳥のようにひょいと心の内にやってくる思いだったんです。でも考えたんですけど、僕のような令和の在宅勤務おっさんは意識的にでも石を投げられる場に身を投じていかないと世間連れしたガチヤバめの井の中の妖精に転生しかねません。同志の皆様もどうぞ十分お気をつけください。ということでマウンティングゴリラ先輩も含めてですね、ご質問やご意見など忌憚なく遠慮なくコメントいただけますととても嬉しく思っています。次のことをお話していきます。はじめに HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の英字配列無刻印を選んだ理由、次に劇的にタイピングしやすくする簡単改造ポイント、それから HHKB をさらに快適に使うための周辺マストアイテム、さらに致命的デメリットを消し去る伝説の方法をご紹介します。途中でサクッと英字配列のタイピングの具体的ポイントについてもご紹介するのでご安心ください。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話していきます。さて前置き長くなりましたが具体的な話に移っています。まずは僕がこのキーボードを選んだ理由です。3つあります。1つ目、最大の理由は数あるキーボードの中でデザインが最もミニマルでかっこいいと感じたことです。これは完全なる主観でございます。2つ目の理由は由緒正しき最高級キーボードなので沼が瞬時に終わることです。大前提としてキーボードによってできることの違いなんてほとんどないので、そもそも正解なんてなくてですね、単純に好みの問題、合う合わないの話だと思うんですよね。僕の場合は自分のセンスをヘタレポンコツ太郎と自覚してるんで、基本的には健全な権威主義といいますか、長いものには全力で巻かれに行きます。3つ目最後の理由は静電容量無接点方式の打鍵感、Bluetooth 接続、コンパクトサイズ、マルチペアリング、マットブラックな墨汁カラーというパーフェクト仕様です。キーボードって下手すると人生で最も触れてる時間が長い機械だと思うんですよ。なので基本性能の高さとかめちゃくちゃ大切で、僕にとってはまさに理想的でした。英字配列無刻印にした理由ですが、単純に英字配列の方がキー数が少なくてよりミニマルな気がしますし、生産性を高めし者の行き着くところはブラインドタッチですので、だったら無刻印が一番合理的で美しいやんと感じたためです。この後いろいろ紹介していきますが、結論としては一般的なデスクワーク用キーボードとして僕は全く問題なく使用できてますよ。本当に最高です。それではタイピングがぐっと快適になるおすすめ改造ポイントです。いずれも超簡単なので安心してください。2つあります。1つ目がスペースキーを上下逆に取り付けるです。賢明なる視聴者さんから教えていただいた技なのですが、あまりに良かったのでここで紹介させてください。人から教えてもらったものを一発目にドヤ顔で持ってくるあたり、チャンネル成長のためには手段を選ばない非道徳さ、必死さを汲み取っていただけますでしょうか。スペースキーって親指のホームポジションになるんですが、通常ですとキーの角が親指に当たり続けることになってしまいます。ところが上下逆にするとですね、スペースキーのまろやかで甘美な曲面が親指に触れることになるのでめちゃくちゃ快適になります。ちなみに僕の場合スペースキー右のコマンドキーも上下逆にしています。後で詳細ご説明しますが、英字配列の場合矢印キーは FN キーとの複合操作になりまして、この時右手親指のスタンバイ位置がこのコマンドキーの上に移動します。例えば YouTube 動画を飛ばし見るときなど矢印キーは非常によく使うのでこのように改造しています。もう一つがミスタイプが多いキーだけ色違いにすることです。僕の場合は数字の0です。鍛錬を積めば大体は問題なくブラインドタッチできるようになるんですけど、ホームポジションから一番遠い領域、右手薬指の守備範囲ですね、専門用語で絶対領域というんですけど、ここがですね半年取った今でもどうしてもあやふやなんです。そこで使用頻度の高い0のみ目立つように色を変えちゃいました。この0を基準に周辺のキーも一気に把握しやすくなりましたよ。ただ無刻印使いとしてはですね、新生無刻印ストへの憧れがどうしても捨てきれないんで、最終的には元の墨汁色キーキャップに戻そうかなと思っています。以上2つのことをぜひ試してみてください。続いて周辺おすすめアイテムのご紹介です。1つ目がリストレストになります。このキーボードは高さがあるのでリストレストはマストですね。これがないと手首が常に宙に浮いた感じになってしまうので、前腕屈筋群という腕の筋肉グループに派手に効かせることができます。寸法や質感の点では PFU さんの純正品が至高ですよね。パーフェクトフィットでタイピングが超快適になります。ブラック革張りですとめちゃくちゃ渋いんです。
ウォールナットの天板に直接置いても似合いますし、デスクマットの上でもかっこよく黒光ってくれます。ちなみにこのリストレストを使うときはちゃんと爪を切りましょう。でないと爪が皮に当たってリストレストが傷つきます。紳士たるものいかなる時も深爪たれ。ローズウッドですとこんな感じです。ダークグレーのデスクマットの上ならバッチリですが、ウォールナット天板の上に直接置くとちょっと色の組み合わせが悪いかもなと思います。どうでしょう。ここでもう一つ最近一押しな変態的選択肢をご紹介させてください。カルピオ 2.0 というマウス用のリストレストを左右両方の手に使ってですね、キーボード用のリストレストを兼ねることができます。メリットは4つです。1つ目は普通のリストレストよりもさらにすっきりミニマルにデスクがまとまることです。2つ目は手の移動が超速になることです。キーボードからマウスの持ち替えがですね、手を横に滑らせるだけで OK なんで、普通のリストレストの時のような上下移動を省略できます。3つ目がめちゃくちゃ持ち運びしやすいことです。 HHKB は使い始めるとこれ以外のキーボードが受け付けられなくなってしまうんで、カフェなどデスク以外の場所にも持ち出したくなるんですけど、さすがに大きな板状のリストレストまで持ち運ぶのはきついものがあります。かといってリストレストがないと前腕クッキングに派手に効かせることができます。カルピオ 2.0 ですとクレジットカードと同じくらいのサイズなので持ち運びも全然余裕です。使用中は完全に手の下に隠れるので意外と目立ちませんしね。最後4つ目がですね、左手デバイスを使う時もいい感じに手首をサポートしてくれる気がするということです。これはもはや自己満足の極致を通り過ぎてしまっているかもですので、僕自身でもうちょっと検証しておきます。このカルピオ 2.0 の2個使いはですね、結構慣れが必要でして、特に最初の3日ぐらいは手がうまくリストレストに乗らず違和感しかないんですけど、一度慣れてしまえば十分快適になりました。純正リストレストにもセパレートタイプがあるので、そもそも悪くないチョイスだと思うんですけど、それなりに変態な使い方であろうことと、慣れるまで辛いのは間違いないんで、あくまで自己責任でお願いします。2つ目のおすすめアイテムがデスクマットです。打鍵音と指への衝撃をいい具合に吸収してくれます。デスクマットありの打鍵音はこんな感じです。デスクマットなしだとこのようになります。僕はアメリカグローブメイド社のウールフェルトデスクパッドを愛用しています。 HHKB の PFU 純正でも吸震マットは出てるんですけど、これだとキーボードを上に傾けるチルト状態にできない点がちょっとネックですよね。デスクマットは衝撃吸収以外にもですね、一気に移動させてスペースを空けやすくするという素晴らしいメリットもあるので、ぜひ導入をお勧めしたいです。3つ目のおすすめアイテムは持ち運びグッズです。僕は純正のスマートケース2とキーボードルーフを使ってます。サイズ感ぴったしで持ち運ぶときも安心です。小さめのスリングバッグにもバッチリ入りますね。以上が HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を快適に使い倒すためにぜひ一緒に使ってほしいマストアイテムたちでした。それでは今から致命的なデメリットを消し去る伝説の方法についてご紹介させてください。厳密には HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の弱点なのか、エイジ配列の弱点なのか、無刻印の弱点なのか、その混合なのか若干曖昧ですが、そこはご容赦ください。具体的なタイピング方法はこの後のパートで詳細お話しするとして、ここでは先に弱点の考え方、攻略法についてお話しします。僕がこの半年間ほぼ毎日ひたすらこのキーボードを使い込んでですね、最終的に弱点認定させていただいたのはこの2つです。1つ目が数字が入力しにくいこと、もう1つが HHKB の配列が変態すぎて MacBook Air の内蔵キーボードが触れなくなること、この2つです。なんですけど、この弱点を一網打尽にするソリューションをようやく発見しました。ちなみにですが、これから先は割と頭のおかしいマニアックな内容に突入しますので、それはやりすぎでしょうと感じられる方はですね、ここでトイレやらコーヒー休憩やら取っていただければと思います。できればですね、その間も動画再生は止めずに流しっぱにしてもらえると再生数が稼げるので僕が喜びます。準備はよろしいでしょうか。弱点克服ソリューションですが、ズバリ左手デバイスを投入する、これです。数字入力については点キーを投入すれば一気に快適になります。僕の場合ちょっとした数字ならキーボードでそのまま打つんですけど、例えばクレカの番号とかワンタイムキーみたいな長い数字とかですと点キーの方が圧倒的に楽です。もう一つの変態配列問題についてはですね、これは問題をもうちょっと分解する必要があります。問題を分解して考えようというのは小学生が最初に習う言葉ですよね。
キーボード配列ですが、実は文字キー部分、数字キー部分、特殊キー部分の3つに大別できます。で、HHKB がいくら変態だからといっても A とか B みたいな文字キー部分の配列は実は他と変わりませんし、数字キーについては先ほどのように必要であれば点キーを補えばいいですよね。ということは諸悪の根源は特殊キー部分と特定されます。具体的にはですね、コントロールキーとかシフトキーとか FN キーがだいぶ違うのでテンパるわけですよ。実はこれはですね、特殊キーが必要なショートカットで、しかもよく使うやつは全て左手デバイスにぶち込んでおいてワンプッシュで実行できるようにしておけばいいんです。どうでしょう、これに気づいた時かなりテンション上がったんですけど、僕だけだったらすみません。もともと動画編集の効率を高めるためにこのループデックライブという左手デバイスを導入したんですけど、 HHKB の弱点克服にも役立ってくれてとっても嬉しい誤算でした。デスク以外でがっつり MacBook で作業する時とか出張する時なんかは MacBook とループデックを持っていけばいいんですよ。あとはサイドカーのために iPad mini も持っていくことになります。正直なところ HHKB の数字問題と特殊キー変態問題だけのためにこのループデックライブを使うのは絶対過剰なんでお勧めしませんが、外付け点キーとかもっとシンプルな左手デバイスを使うといったそういう考え方はとても役に立つと思ったので、ここで紹介させていただきました。この左手デバイスとかループデックライブについて話し出すとちょっとテーマが盛大にブレちゃうんで、今回は割愛させてください。それでは英字配列でタイピングする時のポイントを見ていきます。使用環境は MacBook Air と iPad、 キー配列は全てデフォルトという前提でお話ししていきますね。矢印キーがないんですけど、これは慣れれば超簡単です。右手薬指を FN キーに置いたまま、上と右はお兄さん指、左と下はお母さん指を使って押すだけです。上、下、右、左、こんな感じで全然難しくないんです。それでは続いて、ひらがなと英数といった入力ソースをどうやって一発で切り替えるのと思いませんか？僕は初めこれに結構悩んだんですけど、結論としてはですね、このコントロールキーとスペースキーを押すだけで OK でした。これほとんどホームポジションから指をずらさなくて済むのでめちゃくちゃ簡単です。今 iPad で実演してますけど Mac の場合でも同じで、 Mac の場合はシステム環境設定のキーボード部分で入力ソースをちゃんと必要最低限なものに絞り込んでおくと良いです。カーソルの前の文字をバックスペース的に削除するときは HHKB ではこのデリートキーを使います。ではカーソルの後ろの文字を削除するときはどうするかというとですね、このコントロールキーと D を押すだけで OK です。超簡単ですよね。めっちゃよく使います。カタカナとかひらがなみたいに文字を指定して変換するときはですね、カタカナの場合はコントロールと K、 カタカナの K ですね。ひらがなの場合はコントロールと J、 ジャパニーズの J ですね。こんな感じで指定変換もできます。ちなみに音量操作についてはですね、音量を上げるときは FN キーと S、 音量を下げるときは FN キーと A、ミュートは iPad では実演できなかったんですけど Mac の場合ですと FN キーと D でできます。僕が普段からよく使うのはこのようなところです。言葉で聞くとちんぷんかんぷんかもですが、実際にキーボードに指を置いてみると意外と全然難しくないのでご安心ください。いかがでしたでしょうか。 HHKB のこの圧倒的にミニマルなデザインと基本性能の高さ、使えば使うほど分かりみが深まり続ける超合理的キー配列、馬の蔵伝説、そして至高の打鍵感、本当に最高ですし、結局のところ普通の仕事に使えるかと言われればですね、全く問題なく超快適に使えますよと声を大にしてお伝えしたいです。まさにいい大人の究極秘密の仕事道具って佇まいですよね。マウンティングゴリラ先輩が別れるのもごもっともかと存じます。あとこれはちょっとぶりっ子と思われたらあれなんですけど、結構本気で日本初のこだわりメーカーブランドに1票を投じたいっていう思いがあるんですよね。買うっていうことはどんなことでも結局はお金を通した投票活動だと思ってます。私はこの商品、お店、人、考え方を支持します的な、そんな感じですよね。僕の場合は開発者の熱狂的な思いがこもっていて、かつ長い時間時の洗礼に耐えた本当に上質なものが大好物です。これがもし我が国初のものならなおさらハッピーで応援したくなっちゃうんです。理想の車載作りでした。